どっちでも一緒なんじゃないのって思いますよね。一緒じゃないんですよ。眼科医の山本です。今日はコンピューター、スマホ使用する目の疲労とか負担を軽減するには、ブルーライトカットメガネ、遠近療養メガネ、ベリー系のサプリメント、ブルーベリーとかね、あとカロテノイドのサプリメント、オメガ3のサプリメント、これのどれがいいのかっていう研究があるんですよ。どれだと思います？もう一回言いますよ。ブルーライトカットメガネ、遠近療養メガネ、ベリー系サプリメント、カロテノイドサプリメント、オメガ3サプリメントです。4497名、45件の研究をまとめたメタアナリシスという研究が2022年オプサルモロジーという研究雑誌に載っています。それによると、これらのそれぞれが実際目の負担軽減になっているかっていうことを一個一個検証したんですね。1個目、ブルーライトカットメガネ。結論、変わらない。負担軽減にはならないっていう結果が出ました。遠近療養メガネ。これも負担には、カットにはならないという研究結果が出ました。3つ目、ブルーベリーね。なんかよくいいよってイメージがある。ブルーベリー系のサプリメント。これもあんまり変わらないという結果が出てきました。では、カロテノイドサプリメント。これは多少効果があるかもっていう研究結果が出ました。最後のオメガ3サプリメントは負担の中でもドライアイに対しては効果があるかもっていうような結果が出てきました。つまり結構皆さんが一般的にいいって言われてるのはそうでもないってことなんですよ。ブルーライトカットのメガネがいいよ、ベリーを食べるといいよ、特にサプリメントのね、ブルーベリーの食べると目にいいよ、目の負担の、軽減につながるよと言われていますが、そうでもないというのが、それも一件の研究ではなくて多くの研究をまとめてみても、そういう結果が分かってきたっていうことが今現状あるわけですよね。じゃあなんでこんなことになってしまうのってことですね。そもそも今回紹介した一つ一つにはきっといいだろうという元々の背景があったんです。例えばブルーライトカットをするとなぜいいと思われてたかっていうと、世の中には光がありますよね。太陽光だったりだとか LED だったりだとか電球だったりだとかいろんな光があります。特に太陽とかね電球とかって白っぽい色じゃないですか。白っていうのは多くの色を混ぜて、もちろんね、ブルーの LED に黄色いフィルターをかけるとか、そういうのもあるんだけども、基本的には多くの色を混ぜてあげて、白色になっているっていうことがあります。ね、そうなると、その中でエネルギーが強い光っていうのが目にダメージを与えるっていうのがあるわけですね。なんでかっていうと、光のエネルギーが強ければ強いほど、焼けたりだとかするじゃないですか。例えば黒い紙に、虫眼鏡でこう光を集光してあげるとジュッと焼けてくるってね、よくありますよね。これが光が集まるエネルギーが高い状態です。同じように普通の光の中でも波長によって、波長っていうのは色によってエネルギーが違ってくんですよ。特に波長が短い青っぽいとか紫っぽいとか、こんな感じの色っていうのはエネルギーが強いってことが分かってるんですね。さらに波長が短くなってくると紫外線になってくるんですよ。紫外線は目に見えないんだけどね、紫外線が、最もダメージを与え最もっていうのは別としてダメージを与えてくれるわけなんだけれども、見える範囲の光の中では青が一番ダメージを与える可能性が最も高いってことが分かっています。そこで人間というのは青をカットするっていう機能をもともと持ってるんですね。例えば白内障って聞いたことあると思うんですよ。年齢を重ねると目の玉の中にあるレンズっていうのが中に入っているんですけども、この前部分にあるレンズが白くなってしまうのを白内障と言いますよね。でも現実的には、私も手術とかねよくやってるからわかるんですけど、白内障の色って白っていうよりは
黄色からオレンジっぽい色になってるんですよ。この色が実は重要で、黄色からオレンジっていうのは青の補色って言って、要は逆色なわけで、いわゆるブルーライトをカット、天然的にしてくれてるんですね。だからよくブルーライトカットのメガネがどうのこうのって言うけれども、そもそも高齢者は天然のブルーライトカットメガネをしてるようなもんなんですよ。もう一つが、目の奥には黄斑といって黄色の斑って書くところがあります。そこで物を見てるんですよ。これもまさにそうです。ブルーライトカットを天然でしてくれるのが黄斑ですね。なので黄斑が重要になってくるだろうってことです。そこで最後から2番目、カロテノイド、要はルテインのサプリメントになりますね。このルテインなどのカロテノイドのサプリメントっていうのは黄斑の色素を増やしてくれるものなんですよ。であればこの光のダメージを消去してくれるんじゃないかと言って使ってみると、本当に多少はあったと。ブルーライトカットのメガネに関してはそうでもなかったって感じなんですね。だってブルーライトをカットするのはカロテノイドもそうだし、ブルーライトカットメガネもそうだし、どっちでも一緒なんじゃないのって思いますよね。一緒じゃないんですよ。まずその1、ブルーライトカットメガネというのは 100% ブルーライトはカットしません。なぜかというと、青だけ 100% カットしてしまうと、例えば赤い下敷きから見るとか青い下敷きで物を見るとなんか色違って見えるじゃないですか。黄色い下敷きで見ると色違って見えるじゃないですか。ブルーライトをカットしてしまうと全体の色合いが変な色になってしまうんですよ。なので基本的にはブルーライトを 100% はカットしない、ある程度にして、見え方にそんなに不調をきたさないようにしてあるということがあります。もう一点が、カロテノイドとかっていうのはまさにダメージを受けた時それを消去してくれるものなんですよ。一方ブルーライトカットっていうのはその上流の方の来るか来ないかを抑えるってところなので、やっぱりそのなんていうかな、ダメージ消去度合いとしては弱いよねってことで、ブルーライトカットはいまいち。遠近療養メガネはね、遠くや近くを使った方が目の負担も減っていいじゃないか。もちろんね、距離的に手元を見るとき遠近療養を使うことはいいんだけれども、コンピューターによる光のダメージとか、そこに関しては、あんまり関係ないかなってことみたいです。そして最も有名と言っていいブルーベリー、ビルベリー、なんとかベリーのサプリメントはあんま効果ないと。あんま効果が少なくとも認められなかったと。結構これはよくあるのよ。ベリー系サプリメントに関してはいいっていうイメージがあるし、現実サプリメントじゃなくて実物を取るといいって研究はあったりするのね。つまりブルーベリーのサプリではなくブルーベリーの実を食べてあげるといいんじゃないかって研究はあったりしますが、サプリメントに関して言うとこんな感じで、正直微妙な結果が多いんですよ。でもみんなの中でブルーベリーとかベリーはいいってイメージあるじゃないですか。だから科学とかそういうのは抜いて、病は気からってあるでしょ。いやこんなの効かないよって思ってしまうとやっぱり効かないものもあるから、だから業者さんとかはブルーベリーを出すことによって患者さんね、皆さんがこれは効くんだ、ブルーベリーだから目にいいんだと思ってくれると、それで効果っぽいものを作り上げることができて、飲んだ人も幸せだし売った人も幸せだしいいでしょっていうのがメインの考え方なわけですよね。だから悪くはないけど、今のところ科学データとしては弱いよねっていうのが基本的な考え方で、取って悪くないけどっていうのがベリー系のサプリメントと思ってください。一方でベリー系の食物をそのまま食べる場合は比較的効果は出やすいが、それもやっぱりそこまでの効果があるわけではないと。じゃあなんでベリーがいいって言われだしたのっていうと、
一つは昔から言ってるけど、世界大戦があった時に、イギリスの空軍が相手をすごい落とす。当時は目視見て撃ってた。だから、すごくなんていうかね、目がいいだろうって言われてた。で実際調べてみると、キャロット、人参食べてたって説と、ブルーベリーを食べてたって説を2つあるんだけどもね、ブルーベリーがきっといいんだろうと。で大戦が終わりしばらくすると、当時イギリス空軍は実際目が良かったわけではなくて、最新レーダーを備えてただけだったってことが後で分かってきたっていうのが、よく説としてあるの。確実なのはね、当時の資料とかいまいちだからよく分かってないんだけど、そういう説があるということで、もう世界とかもう、日本とかを中心に広がったわけよ。するとみんなの認識って大切じゃない。なので、認識として目にいい食べ物というのが非常に広まったので、今のところそれをね、悪いってことでもないから訂正は入らないのよ。これが目に悪いし体に悪い食べ物とかだったらね、医者とか、いろんなところももうやめてください、ブルーベリーは取れないようにって言ってくれるんだけども、いや別に悪くはないよと、ちょっとはいいかもしれんっていうデータもあると。でいろいろ調べてみるとかなり心もとないと。なんだけど別に否定するほどでもないし、悪くないんじゃないと、このぐらいのニュアンスなんです。なのでベリー系のサプリメントはそんな感じと。で最後にオメガ3のサプリメント、よく DHA、EPA とか、オメガ3サプリメントって書いてあるのもあるかと思いますね。魚ね、青背の魚などから取れるような油、これはドライアイ、コンピューターを使っていると、パソコンを使っていると、スマホを使っていると目が乾きやすくなるんですよ。その時にこの油分を取っていただくことによって涙の油が分泌しやすく、そして涙の質が良くなります。涙の質ってかなり重要なんですね。涙って量さえ出てれば目に潤って OK でしょって思いきや、出たってすぐ乾いちゃったら全然ダメなんですよ。なので出たものが維持するにはこのオメガ3が必要だってことが分かってきてるんですね。これも多くの研究で言われていることです。なので、それを積極的にサプリメントなどで摂取することがドライアイにとっても悪くないんじゃないかって言われているんですね。もちろんそのドライアイの診療ガイドラインで積極的に進めるほどかっていうとそこまでではないという感じで、とってもいいかなと。でもなんていうか、私たちおすすめしますかっていうと、そこまで言われるとそこまでではないんだよねって、このぐらいのニュアンスのおすすめとして紹介されてると、そういうふうに思っていただけるといいかなと思います。だから結論、パソコンとかスマホを使いすぎている人はどういうふうにすればいいの。一つ目ね、いわゆるカロテノイド、ルテインなどのサプリメントを取るといいでしょう。二つ目、オメガ3のサプリメントを取るといいでしょう。ただしこれはサプリメントである必要はあまりないですと。研究がしやすいんですよ、サプリメント。食事でコントロールするのめちゃくちゃやりにくいんで、研究でそうなってるだけなんで、むしろ個人的には、緑黄色野菜しっかり食べたりだとか、コーンとか、卵とかね、ああいうのを取ったりだとかしてカロテノイド摂取しましょう、ね、青い魚ね、サバとかイワシとかサンマとか、ああいうのを積極的にとっていただいて、サプリメントなしでいけるような食生活をしてくれることの方がはるかに重要なので、今回はあくまで研究としてサプリメントだったけど、そういうもんだと思ってください。で今回はね、誰か一人の研究ではなくて45件もの多くの研究、4497名の方が参加した大幅な研究ですので、比較的信頼できるような、研究の一種だと思ってくださればと。もちろんね、研究も 100% はないんだけど、そういうのを参考にして、今後見ていただければと思います。今後もいろんな動画日々アップしていくんで、よろしくお願いします。またチャンネル登録、ベルマーク押してください。よろしくお願いします。